かぶじいさん。はい、皆さんこんにちは、かぶじいさんです。今回は動画の最後に皆さんへの大切なお願いがあります。ぜひ動画を最後までご覧ください。はい、こんにちは、かぶじいさんです。前回の動画で次回の長期ツーリング、行き先は北海道かはたまた夢の九州かはとりあえず置いといて、その際にできるだけ身軽に快適にこのクロスカブでの長期のキャンプツーリングをすべく、キャンプ道具の小型化軽量化、いわゆる道具類の UL 化に取り組んでおり、まずはキャンプ道具の中でも特に大きく荷物全体へのインパクトも大きいテントについて見直しをしようという流れの動画をお送りしました。今回は私が持っている UL 系テント2つのうちのまず1つ 3FUL ギア、これ中国のメーカーなんですけど、そこのランシャン1というテントを持って今日一泊の河川敷のキャンプに出かけましたので、その様子を映像でお送りしつつ、前回の北海道ツーリングで使用したバンドックのソロドームと比べてどうなのかというインプレッションをお届けしようと思います。かぶじいさん。まず先にざっくりなんですが、私の求めるキャンプツーリング用のテントのスペック、仕様をざっとお伝えしておきますと、重量は 2kg 以下、収納サイズはざっくり長辺が40センチ以下、ダブルウォール仕様、就寝スペースは1人が寝れればそれで十分。一方、前室は北海道ツーリングに持っていく大きめのツーリングバッグ2個を収納できるスペースがあること。この辺が私の求めるテントのスペックになります。この私が求めるテントのスペックに対してこういったテントがありますよ、これおすすめですよといういろんな情報を視聴者さんからコメント欄にいただきましたのでね、それらをねまとめて視聴者の皆さんがバイクでのキャンプツーリングに押す、これがいいテントだっていうのをね一堂に比較する、そういう動画をね今後企画しようと思ってます。はい、我が家から小1時間でね来ることのできるこの荒川河川敷のねのっぱらへねやってきました。ここはね本当だだっ広くてね人気もなくてとってもいい場所なんですよね。小次郎、私のクロスカブでの名前なんですけど、小次郎で久しぶりにやってきましたね。今日はここで一泊のキャンプをしようと思います。太陽が徐々にね傾いてきて、西の方からね斜めに差す光がねとっても眩しいです。この木陰にねテントを張ろうと思いますね。かぶじいさん。はい、今木陰にランシャン1の設営を開始しましたね。このテントの良さはまず何といってもその小さな収納サイズと軽さですね。ご覧の通り長さ30センチに収まります。重さはポール込みでも 1.2kg です。前回の北海道ツーリングで使ったバンドックソロドーム1の収納サイズと比べても圧倒的に小さいですね。一般的なドーム型テントと比べると、この TP 型のテントっていうのはアウターのフライとインナーのテントのダブルウォール構造であっても一体で1本のポールで一気に立ち上げることができる、そこが最大のメリットですかね。これドーム式ですとポールの下に一回インナーを吊り下げて、その後にアウターをかける、これが一般的なんで、そこの手軽さっていうのは TP 型にかなり分があると思います。ただこのランシャン1は底辺が変形五角形の形をしているので、ピーンと綺麗に立てるにはちょっとしたコツはいるかなと思いますね。かぶじいさん。はい、今ね前室に大きいバッグ2つを置いてインナーテントの中をね覗いてみてるとこです。
ご覧の通りね、意外と中は1人分の就寝スペースに加えて若干ね、荷物を置くスペースがあるんで、インナーの底辺サイズはバンドックのソロドームより広いんですよね。はい、中央のポールにね、ユーティリティのバッグと、これランタン兼蚊取り線香のね、LED ライトをかけたとこです。はい、これはね、前回の北海道ツーリングで導入した、コンパクトに折りたためるね、低いロースタイルの椅子ですね。収納している、袋自体が座面の布切れになるというね、すごい秀逸なデザインなんですけど、私もね、年取ってきたせいかね、この低い椅子だとやっぱりね、腰に負担がちょっとあるんで、ちょっとね、画面の中央左に遠くに置いてある、もうちょっと背の高いね、パッタン椅子、そっちの方がね、私には合ってるかなと思います。はい、これはね、100均の100円のね、耐熱アルミ鍋敷とね、100均の焼き網を組み合わせたね、コンパクトテーブルですね。これ、九州のね、駒草キャンプさんがやってたアイデアで、もともと鍋敷自体私もテーブルとして使ってたんですけど、このね、網と組み合わせてテーブルにするスタイル、これ素晴らしいアイデアなんだなと思ってね、真似させていただいてます。今回の熱源はこの固形燃料。あとはね、ネイチャーストーブだけです。で、虫対策はこの森林光を使いますね。テント内用にはベープマットの使える LED ランタンを設置してます。ざっくりね、テントとその周辺のね、道具類の設置が終わったんで見てみますね。このポールから前室の最前方頂点までの距離は70センチです。このように意外とスペースがありまして、大きなね、ツーリングバッグになんとか収まるんですよね。ご覧の通り、アウターのフライの前方と地上との空間が非常に空いてまして、ベンチレーションがすごい効くんですね。結露が少ないテントです。あとこのようにテントの側面を外に引っ張るガイラインがあってね、室内の居住空間を少しでもね、広める工夫がされていますね。テントの高さは125センチ、長手方向が270センチと、長手方向は結構大きいです。で、横のサイズは最大で、110センチ。アウターテントの最大幅は170センチと意外と大きいんですよね。このテントのいまいちだなと思う部分がありまして、このテントの頂点にあるこのベントをガイラインで下側へ向けて引っ張る関係でね、ベントの入り口がね、大きく開かないのががんですかね。インナーテントの入り口はこのように両サイドが開く T 型で全面開放にできるんですけど、自分としては一つのファスナーで開くね、D 型のファスナータイプがいいかなと思ってます。そして TP 型ですのでね、テントの壁が急な角度でね、急な傾斜で立ち上がりますので、寝た時の頭上の圧迫感っていうのはドーム型と比べるとね、圧倒的に感じます。狭さを感じますね。これはTP 型なのでやむなしな感じです。かぶじいさん。はい、ぼちぼち夕飯の準備ですね。私はキャンプ用のクーラーボックスを持ってなくてですね、いつもこの100均などで売ってるペラペラの保冷バッグを代用してます。私はご存知の通り凝った料理とかね、しないんでね、これで十分かななんて思って使ってる次第です。これね、スーパーで見つけたね、バドワイザーのノンアルビールなんですよね。これでね、乾杯をしようと思います。はい、いただきますね。このね、一面の原の中でね、爽やかな風が行き渡る中のビール、最高に美味しいですね。はい、そしてね、家ではほとんどね、食べないポテトチップスなんですけど、キャンプではね、いいかと気も緩んでね、ビールのお供にいただきます。もうオーソドックスな海苔塩味ですね。これも最高に美味しいですよね。ポテトチップスはほとんど油なもんでね、あんまり体には良くなさそうなんで、家ではあんまり食べないようにしてるんですよ。はい、ふと振り返りますとね、徐々に太陽がね、ゆっくりと傾いてきて、
周囲のね、光が黄色くなってきました。この時間帯、黄金色のね、太陽の光で辺りの景色もいい感じに染まって、最高な雰囲気ですね。バーゴのウッドストーブとキャンドルランタンにね、火を入れました。カブじいさん。はい、そして固形燃料に着火しますね。今までは100均の固形燃料を1個ずつ使い切る感じで使ってたんですが、アルミの平たい缶に入れて途中消火できるようにしました。はい、これでね、ハンバーグを優先します。はい、湯煎の割ったハンバーグをですね、あと野菜やね、パスタと一緒に炒めようと思いましてね、今フライパンに移してるところですね。はい、ハンバーグと野菜炒め添え、そしてショートパスタですね。いただきますね。これはね、美味しそうです。焚き火で食べる外飯は何食べても美味しいですよね。はい、鉄板のうまさです。焚き火の時いつも持ってきていた100均の台所油跳ね防止シート、ペラペラの大きいやつですね。あれを、反射板として使ってましたが、あれもね、かさばるんで、今はこの小さいアルミのね、ウィンドスクリーン、それを使うようにしました。UL 化ですね、これも。今晩のお酒は家内の友人からいただいた八海山魚沼で候というね、日本酒です。瓶は重いんでスキットルに入れて持ってきました。普段私は日本酒をほぼ飲まないんですが、この酒は甘みがほとんどなくすごいドライな感じでとても美味しいんですね。特別なお酒をいただいて、キャンプ気分がとても盛り上がってます。最高に美味しいですね。こうやってね、ちびちびとお酒をゆっくり楽しみながらね、焚き火を眺める最高に贅沢な時間ですね。この小さくささやかな焚き火とキャンドルの明かり、やっぱりいいですね。これをね、UL 化のために断捨離するのはね、なかなか厳しいなと思います。軽さだけが全てではない。それがキャンプってものですよね。楽しみも残さないとね。カブじいさん。ほんと小さなバーゴの、ヘキサゴンウッドストーブですけどね、この小さいささやかな焚き火でもね、やっぱりほんといいです。お酒ちびち飲みながらね、焚き火のお世話をこうやってする。時間が経つのを忘れてね、頭真っ白になって、ほんとね、燃え盛る炎に心がスーッと吸い込まれて、日常のね、喧騒を忘れさせてくれる。すごく心を癒してくれますよね。そして美味しいお酒。ほんと言うことなしの素晴らしい時間。はい。お酒のつまみに塩だれの焼き鳥缶をいただこうと思います。前々回の北海道ツーリングの際に缶詰を直火で直にね温めていましたところね、視聴者さんから直火で缶詰を加熱するのは缶からね有害物質が出るんであかんよってねコメントで教えていただきまして、それ以来ね缶詰を温めるときはお湯でね湯煎するようにしてます。有益なアドバイスをありがとうございました。はい。焼き鳥缶ね、いただこうと思いますね。今自分でこうやって動画を見てて思いましたけど、缶詰自体ね、結構重量かさばるものですからね、次回はこれも缶詰を開けてパウチに入れてね、持ってくれば、ゴミもね、出ませんし、軽量化にも貢献できるなーってちょっと今気がついたところです。軽量化っていうのはほんとちょっとした些細なね工夫で、
荷物を削ったり軽くしたり、そうできるものなんですよね。発想が大事だってことですかね。カブじいさん。さて、そろそろテントに入ってね、寝る準備をしますね。バイクが夜露に濡れないように100均のペラペラのバイクカバーで覆いました。これは効果てきめんで、朝夜露に濡れたバイクのシートとかメーターとかをね、拭き取る手間がいらないのでね、とてもおすすめですよ。夜のキャンプ場にこうやって光で浮かび上がるテント。これもなかなかいい風景ですよね。はい、テントに入ります。冒頭でも言いましたけど、このテントはフライシートの下端がこのように地面からかなり高い位置にあるので、空気の流入がね、多くて結露がしにくいです。とてもいいですね。ただ真冬は寒いでしょうね。はい、テントの中に入りました。この寝床の横にね、ちょっとこのヘルメットとね、あと、就寝に必要なね、グッズ類を入れたドライバッグを置いてあります。今晩の寝床はニーモのクローズドセルマットスイッチバッグというやつの上に同じくニーモのインフレータブルマットオーラというのを置いてます。ちょっとね、寝心地にこだわった私としては結構贅沢な寝床仕様ですね。今まではエアー式のマットを多用していました。軽さとコンパクトさを優先してのエアーマットだったんですが、エアーマットの反発感がどうもしっくりとこなくて睡眠もいまいちだったので、今回はインフレータブルマットを試しに持ってきたんですが、素晴らしく寝心地がいいですね。エアーマットに比べると重くまたかさばるんですけれども、それよりも睡眠の質にこだわってみました。ただパンクのリスクは相変わらずありますので、クローズドセルのマットも一緒に持ってきて下に敷いているということになります。やはり視聴者さんから単純にパンクリスクだけを考えるのであれば、もう少し薄いクローズドセルマットでもいいかもですねとアドバイスをいただいたので、より軽量なクローズドセルマットをね、ちょっと物色して仕入れようかなって。おいおい、また買うのかいってね、怒られちゃいますね、誰かに。はい、ドライバッグから今出したこのオレンジ色の布はネイチャーハイクの超ストレッチ性のあるインナーシーツなんです。たったこれだけでもね、結構体感温度がね上がってね、暖かいんですよね。夏場はね、このインナーシーツだけでもいいかもしれません。はい、そして次に取り出したのがですね、コンプレッションバッグに入った寝袋になります。今晩は暖かいので使用しないダウンパンツとダウンジャケットをこの、防水の袋の中に戻してます。カブじいさん。はい、コンプレッションバッグのね、ベルトを緩めて、これから寝袋をね、中からね、取り出すところですね。今晩の寝袋はニーモのサイレンというキルト式の羽毛シュラフです。キルト式というのは背中側がパックリ開いていて、羽毛も布切れも何もない、言ってみれば掛け布団のようなタイプのシュラフで、シュラフの出入りの煩わしさがなくて使い勝手が大変いいので、最近特に気に入ってですね、使っているんです。今ではこのシュラフは廃盤なんですけどね、とてもいいですね。メルカリでね、すごく安く買ったんですよね。そしてその上からシュラフは濡れると保温性能が失われてしまうので、この白いタイベックのシュラフカバーをかぶせています。このシュラフカバーもですね、わずかですが保温性能がありますね。以前は防水透湿性能のあるナンガのシュラフを使っていたんですが、何か蒸れる感覚があるのととにかくかさばるので、より小型で軽量になるこちらのね、キルト式にシフトしてきた次第です。
ナンガのシュラフは結構高価な買い物だったんでね、ちょっと残念ではあるんですが、もっとね、寒い、冬のシーズンにはね、出番があると思うんで、その時にね、登場してもらおうと思いますね。はい。寝床の準備もできましたんでね、これからランシャン1でね、寝ますね。次回の動画でこのランシャン1で一泊のキャンプをしてみてトータル的にどうだったかというのをね、お伝えしようと思います。それではおやすみなさい。いい夢が見れますように。はい、ここでかぶじいさんから視聴者の皆さんへのお願いです。かぶじいさんは今、長期のキャンプツーリングで使う大きさと重さと広さのバランスが取れた、でもできるだけ軽い、そんなテントを探しているところです。いろいろなね、キャンプツーリングの経験から皆さんの一押しのテント、これをね、ぜひコメント欄に書き込んでいただきたいんですね。で、それらをね、一堂に、比較してみたいと思います。一堂に比較するといっても、買って比較するってわけにはいきませんので、インターネットからね、それらのテントのね、情報を集めて比較してね、これが一番だなっていうのをね、決めてみたいなと思うんですよね。ですので、皆さんの情報をコメント欄にお待ちしてます。どうぞよろしくお願いします。今回の動画いかがだったでしょうか？チャンネル登録、高評価、コメント、どうぞよろしくお願いします。週末土曜日、不定期で動画をアップしています。どうぞよろしくお願いいたします。